はいどうも奥沢です、今日はですねこちら、ソニーの α7S3 の、レビューを発売に先駆けて皆さんにねお送りしていきたいなというふうに思います。前のモデル α7S2 から約5年ぶりのアップデートとなっていて、本当にねこれを待ち望んでいた方っていうのは多いんじゃないでしょうか。で今回先行して使用させていただいて、僕はね決めました。今後この α7S3 が僕のメインカメラとなります。どこがその決め手になったのかを今日皆さんにお伝えしたいんですが、その前にこの α7S3 が一体どういった特徴を持っているカメラかというと、 α7 シリーズの中には他にも α7、α7R、α7C とね、あるんですけれども、この α7S3 はその中でも高感度性能っていうのを売りにしていて、よりね動画に特化したといったようなカメラになってます。でその高感度性能っていうのは、センサーの違いから来るものなんですけど、他の α7 シリーズのカメラと、同じようにフルサイズではあるんですが、画素数っていうのが約1200万画素となってます。シリーズの他のカメラはもっと高いね、2000万画素や3000万画素といったものもあるんですが、同じセンサーサイズで、画素数が小さいということは、1画素あたりのね面積が大きいんですよ。でその面積が大きいからより多くの光を集められるということで、非常に高い高感度性能っていうのを実現してるっていうわけなんですよ。それ以外にも動画クリエイターにとっても本当嬉しい機能っていうのがねもう盛りだくさんなんですが、今日は全部を紹介することはできないので、さっきも言ったように、僕がなぜメインカメラにしようと思ったかっていう、特徴をこれからいくつか皆さんにお伝えしていきたいなというふうに思います。じゃあまず、1つ目なんですけど、この α7S3 は 4K で 120fps、 フル HD で 240fps といった非常にね高いフレームレートでの撮影が可能となってます。で僕通常ね動画を撮影するときは、基本的には 60fps とか 120fps とか、高いフレームレートで記録することがほとんどなんですよ。っていうのも編集時にスローモーションっていうね、選択肢を残しておきたいからなんですけれども、ただこれまで僕が使っていたカメラは、120fps で撮影できるのは、フル HD までとなっていたので、今回ねこの α7S3 が、4K で 120fps での撮影が可能になったということで、今後はですねそのスローモーションのオプションだけじゃなくて、ある程度編集時に構図のやり直しだったりだとか、クロップっていうね、そういった自由度がさらに増したっていうのがね嬉しいなというふうに感じてます。で2つ目は 42210 ビットで動画の撮影が可能になってるっていうところなんですよ。っていうのも僕はね結構撮影した映像っていうのはしっかりカラーグレーディングをして色を使って、自分の世界観っていうのを表現してるんですけど、で422っていうのは、これまでのね僕が使っていたカメラよりもより多くの色情報を持っているため、編集時にカラーグレーディングで結構ドラスティックに色を変えたとしても色の破綻っていうのが起こりづらいんですよ。さらに10ビットに対応したっていうこともあって、よりね細かい階調の表現ができるようになったので、カラーバンディングといった、そういったねノイズも出にくくなりました。なので42210ビットっていうのは、これまで以上に制限がなく、カラーグレーディングなので自分の作りたい世界っていうのをそこで表現することができるんじゃないかなというふうに思ってます。3つ目は取っ手出しの色味が非常にね綺麗になったっていう風にね僕は感じてます。個人の感じ方だったり好みの差はあるとは思うんですが、これまでの α シリーズのカメラって取っ手出しの色味がちょっとねマゼンタにシフトする傾向があったんですよ。特に肌の色とかっていうのが少し赤みがかかるような感じがしていたんですが、 α7S3 はスキントーンが僕が目で見ていた状態とね非常に近いなというふうに感じました。編集時のね、色を補正するっていった工程が少なくて済むので、これもやっぱりねこの編集時間の削減という意味ではすごいねありがたいなというふうに思ってます。4つ目はやっぱり何といってもこの α7S3 特有の圧倒的な高感度性能とダイナミックレンジの広さです。これまでは明暗差の激しいシチュエーション、例えば夕日をバックにモデルさんを撮影するとか、どちらか一方に露出を合わせると背景の空が白飛びしてしまうであったりだとか、背景に合わせると今度はモデルさんの方が黒つぶれしてしまうとか、特に逆光ではそういったことになりやすかったんですけれども、ただ α7S3 は非常に広いダイナミックレンジを持っているので、どちらも犠牲にすることがなくしっかりね映像に収めることができます。編集時にシャドウを持ち上げてもね違和感がね非常に少ないんですよ。しっかりディティールだったり色の情報っていうのがそこに残っているので、やっぱりライティングが難しい状況なんかではね本当にね僕はねこれに、助けられることが非常に多くなると思います。そしたらね次に α7S3 のちょっと高感度性能っていうのを皆さんにね、お見せしたいんですが、
どうでしょう、今この部屋の明るさ ISO を12800にして撮影しているんですが、ちょっとね別のカメラで撮ってるのがあるんですけど、ちょっとそっちに切り替えてみますね。どうでしょう、だいぶねちょっと暗いのが分かるんじゃないかなっていう気がしていて、ライトがね1灯向こうの方でついてるっていう感じになってるんですが、僕を今照らしてる照明とかは何一つない感じですね。最近のカメラだと ISO1 万オーバーで撮影できるカメラっていうのは結構あるとは思うんですけど、ただこの α7S3 で撮るとどうですかね、ノイズとかがまず非常に少なくないですか。このスキントーンとか僕のね髪の毛の部分のシャープネスとかもそんなにこうぼやけてるっていうよりはしっかりねディティールが残ってるんじゃないかなっていう風に思います。ただこのぐらいのね暗さでライティングもなしに撮るっていうケースはそうそうないかとは思うんですけど、夜の撮影とかそういったところでね非常に心強いんじゃないかなというふうに、思います。5つ目はやっぱりね、なんといってもこのバリアングル液晶っていうのがソニーの α シリーズで初めて搭載されたカメラになっているので、非常にね Vlog が撮りやすくなっています。さらにボディ内手ブレ補正だけじゃなくアクティブ手ブレ補正っていう機能もついていて、この機能をオンにしてあげることによってさらに手ブレが軽減されます。 Vlog っていうのは外を歩きながらこうやって撮ってたりすることも多いので、この機能があるのはやっぱりね Vlog にとってはね非常に嬉しいんじゃないかなと思います。また前回の α7C の動画でも紹介したんですけれども、このマイクとグリップっていうのもね非常にねこの α7S3 との相性もいいんじゃないかなというふうに思います。今つけてるレンズなんですけど、これがソニーの 20mmF1.8G レンズなんですが、アクティブ手ブレ補正っていうのは少しだけ画角が狭くなるんですよ。気にならないレベルなんですけど約 1.1 倍小さくなってしまうので、こういった広角レンズと組み合わせて使うっていうのもおすすめです。最後6つ目になるんですが、ちょっとね6つ目というか絞りきれなくてこのまま続けるとキリがなさそうなので、細かいね僕が気に入っているところっていうのをざっと駆け足で紹介できればなというふうに思います。まずメニューがこれまでの α7 シリーズのものから刷新されていて、非常にね分かりやすく使いやすくなっていて、さらにタッチ操作にも対応してます。また今回ついに 4K120fps の撮影でもリアルタイム瞳 AF に対応しました。でこれは本当に精度が高くてモデルさんが振り返った時とかでもフォーカスが暴れることがなく、見失った地点でフォーカスをキープしてくれて、また画面内に瞳が戻ってきたらしっかり追従を再開してくれるので、カメラをモデルさんに向けてさえ置けばフォーカスはカメラに任せることができるので、カメラマンはそれ以外の構図とかねそういったものに集中することができて、撮影は失敗も少なく非常に楽になります。またホワイトバランスをこれまでより正確に測るためのセンサーっていうのがここについていて、これによって LED ライトのような人工的な光でもより正確なホワイトバランスっていうのを再現することができるようになってます。さらにこれまで α7-3 などでは動画撮影中にホワイトバランスを変更することができなかったんですが、この α7S3 からはそれもできるようになってます。次に HDMI がこれまでのミニサイズから大きいサイズのものになったので、これもね僕個人的には非常に嬉しいんですが、さらにそこから16ビットローでの外部収録も可能となってます。で α7S3 は新しい排熱機構を搭載しているので、長時間撮影していてもオーバーヒートがね非常にしづらかったです。僕が今回これを使わせてもらっている時期がまだねちょっと暑い時期だったんですが、一度もオーバーヒートすることなく撮影を続けることができました。バッテリーの持ちも非常に良くて、フル充電の状態で最大90分連続で動画を撮影することができます。録画時間でいうとこれまでのカメラって大体30分ぐらいでね強制的に停止されちゃうっていうね制約があったんですが、そのね制約も撤廃されていて、バッテリーが続く限りずっと録画し続けることができます。SD カードを挿すところはねデュアルスロットになっていて、なおかつ1つのスロットで SD カードとCF エクスプレスのタイプ A に対応してます。非常にボタンとかの配置も使いやすくなっていて、特にこの録画ボタンが天板部分に来てるのは非常に押しやすくていいかなって思うのと、あとカスタムボタンは全部で4つついてます。そんなところですかね。あとねこのストラップをつけるこの金具みたいなのあるじゃないですか。これがねカチャカチャ言わなくなったんですよ。これまでねここがカチャカチャ言ってマイクがその音を拾っちゃうなんていうこともあったんですが、それもねなくなりました。はい、じゃあね、僕がこの α7S3 をなぜメインカメラにしようと思ったのか、すごいたくさんお伝えしてはきたんですけれども、一応ねレビュー動画なので使ってみてなんかここはいまいちだなっていうポイントがあればお伝えしようとは思っていたんですが、これね本当にないんですよ。
強いて言えばこの1200万画素っていうところでちょっとね写真のメイン機にするのは難しいかなっていうところではあるんですが、ただ1200万画素あれば、動画のサムネイルだったりだとか、インスタグラムに上げるような写真っていうのは全然撮影が可能なので、デメリットというか、それによる恩恵の方がこの好感度っていうところでは圧倒的に高いかなと思うので、デメリットっていうデメリットは本当にね見当たらないかなというふうに思いました。はい、じゃあ本日のレビューは以上となります。このね α7S3 すでに予約していたっていう方にも、ちょっと気になってたという方にもね参考になればいいかなというふうに思います。本日はどうもありがとうございました。ピース。